はじめまして、いみじと申します。今回は初めて音声ありの動画を投稿してみます。今回のテーマは、お絵描き初心者向け、約2週間で絵を上達させた方法、気をつけたこと、考え方編です。それでは早速いきましょう。ではまず実際に私の2週間前と現在の絵の比較画像を出します。2週間前がこんな感じで、今がこんな感じです。撮り方でちょっと補正かかってる気はしますが、どっちも僕の全力で描いた絵です。それではここからは気をつけたことと考え方を紹介していきます。気をつけたこと。まず、ちゃんと見て描く、焦って描かないことです。私は写真を見ながら描くことが多いのですが、似てないなって思うときは大体これです。ゆっくり描けばいいのに、気づかないうちになぜか焦ってたり、自分の中の想像で描いてしまってたりっていうのがよくあります。絵の上達は描く訓練ではなく見る訓練だと思ってます。見る時間と手を動かす時間の見る時間を今の2倍にしてみるとかちょっと意識するだけでかなり改善されます。上手くなった考え方。この考え方はついつい自分の絵を上手い人と比較してしまう方や、絵に限らず趣味などがなかなか上達しなくて辛い方でもワクワクして心が軽くなる考え方です。それはズバリ下手な今を楽しむです。私含め多くの人は絵に限らず趣味や新しいことを始めたら早く上手くなりたいって思いますよね。それ自体は向上心があってとてもいいことです。今はとてもいい時代で、家にいながらいろんな人の動画を見たり絵の描き方を勉強できます。でもそれと同時に無意識に他者と比較する機会も多くなってると思います。以前の私は自分より年齢が低い人や自分より経験が浅い人が自分にできないことをあっさりやってたりすると、人それぞれだとは思いつつ、なんで僕はできないんだろうとか思ってました。そんな時この下手な今を楽しむという考え方にとても救われました。具体的にどう考えるかというと、上手い人と比較しちゃってるなと思った瞬間に、自分はこの人よりうまくいくまでの期間が長いから、うまくいくまでの楽しい時間を長く続けることができると思いましょう。これができたらもう最強です。この考え方の素晴らしいポイントは、自分の成長に目を向けてるというところ、うまくいくって断言できてるところ、絵を描くことを楽しい時間だと思えてるところ、この考え方が本当に染みつくと、自分の成長が楽しみになって、毎日絵を描くのも辛くなくなります。今の絵は今しか描けないんです。あなたの絵が上達してしまったらもう描けません。そう考えると、今の伸びしろがたくさんある絵を描ける自分にワクワクしてきませんか？今回の動画はここまでです。このチャンネルでは毎日18時に動画をアップします。成長を見守ってくださると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。